こんにちは、MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。ハロハロー、耳の妖精ミミです。ジャックさん、またチューニングスイッチ付きモデルですね。TRN、MT1MAX、MT1 シリーズの3モデル目になるんですね。最初にリリースされた MT1 は1000円以下で買った記憶があって、安いけど思ったより良かった。MT1 Pro は価格は上がって1500円ぐらい。セミオープン仕様で開放感が心地よく気に入って使ってる人も多いんじゃないかな。MT シリーズは最近 MT4 もリリースされたので MT1 シリーズの後継モデルが登場するとは意外だったね。エントリーモデルの価格帯の中のさらにエントリーシリーズが MT1 シリーズってことなのかな。そうなるんじゃないかな。 MT4 はデュアルドライバーだったね。とはいえ2000円台で販売されてて価格面からはあまり差はないんだよね。ということで MT1MAX は1500円くらいで買えるんですね。お手頃。MT1 シリーズを並べて撮影してみて気づいたんだけど、ステムが金属製からシェル一体型になってるね。ケーブルも普段バンドルされてるものよりちょっとチープになった感じもする。チューニングスイッチをつけてなお価格を抑えるための工夫なのかな。音聞いてみて思ったんだけど、すごくいい感じだったんで MT1MAX はステムの材質とかそのままにして3000円ぐらいでリリースしても売れそうな気がした。サイズ、重さは上の通りです。5g を切る軽さ。チューニングスイッチ搭載の割に厚みも標準的。丸いデザインのフェイスプレートはマグネシウム合金。デザインとセミオープン仕様は MT1 Pro を継承していますね。装着感はアイの少し小さめな耳にも全く問題なく快適です。ドライバーはフォースジェネレーション 10mm デュアルマグネットダイナミックドライバー。強力でおなじみの N52 マグネット仕様と基本性能はバッチリね。そして MT1MAX の注目機能が3つのディップスイッチにより4つのチューニングスタイルだよね。詳細はこの後波形測定の結果見ながら話すとして、1000円台のエントリーモデルにチューニングスイッチ乗せてきたのが驚きだね。各スイッチパターンの効果は説明では上のようになっているんで、実際の効果を確かめたくていつもの通り測定してみた。今回はサウンドチェックは最後に聞いてもらうとして、先にこのパターンを見ていこうかな。構成を変えるの珍しいですね。なんか新鮮ね。はい、では各スイッチパターンの波形を見ていきますが、その前に言っておくことがあるんでしたっけ？そうそう、スイッチが全部オフの時は全く音が出ないんで最初に言っておきます。そうなんですね、ちょっと意外でした。3つのスイッチで4つのパターンってことなんですが、シンプルに考えれば8パターンですよね。オールオフは音が鳴らないから除外して残り7パターンのはずだけど、それも後で説明するね。はい、お願いします。では見ていきましょう。最初はデフォルト110のシングル波形です。パッと見低域抑え気味で中高域から高域寄りのバランスに見えるよね。でもこれはスイッチに低域ブースト設定があるからこんなもんでいいんじゃないかな。こないだレビューした MT4 には似ていませんか？そうだね、興味あるよね。各スイッチパターンの波形を見た後重ねてみようか。はい、そうしましょう。次はこのパターンでトレブルエンハンスドピンクのラインです。まずレベル差がちょっとあって 0.2 デシベル上がってるね。500Hz 以下から若干変化があるみたいだけど、実質 100Hz 以下の低域が抑えられてるね。500Hz 以上での波形変化はないから低域を抑えてその他の大域を聞きやすくするってパターンで、高域そのものを伸ばしてるわけじゃないのがわかるね。これ EQ で出過ぎた低域を補正してバランス整えるときによくやる方法よね。そうだね。次は何かな。あ、ベースエンハンスドね。はいどうぞ。グリーンの波形ね。あらあら、これは逆に低域以外を抑えて低域を目立たせてるんだ。でもこれ5デシベルもレベルが落ちていてそのまま表示してるから後でレベルを合わせたグラフも見てもらうよ。ただミミーちゃんの言ってる通り低域以外を落としてるのは確かだね。最後はエクストラベースだね。ブルーの波形レベルは 0.7 デシベル上がって純粋に低域がマシマシになってる。これが一番パワフルかな。ではこれ以外の3つのパターンなんですが、どうなってるんでしょうか？それはこうなってた。わかりやすいように無関係な波形は一旦消してみよう。パープル、ダークブルー、ブラウンの波形が順に上がってきて重なったよね。そして最後にブルーの波形、エクストラベースが上がってきて重なった。つまりそういうことよ。ああ、エクストラベースと同じなんですね。だからこの3つはパターンから除外してるんだ。そのようだね。じゃあ4パターンの違いがはっきりしたところでレベルを合わせてみない？そうね、合わせてみたのがこれです。スイッチパターンの変化で生じたレベル差を合わせたわけで、実際音楽を聴くときにグリーンの波形はさっきまで5デシベルレベルが下がってたんで、このパターンを選んだら音ちっさーってなってボリュームを上げるはずなのよ。そのシミュレーションね。イエローを基準に低域を2段階プラス1段階マイナスにでき、グリーンの波形並み高域も下げてるってことだね。MT1MAX は1500円切って買ったんで、スイッチでバランス変えられると言っても実際はどの程度のものなんだろうって思ってたんだよね。見せてもらおうか。エントリーモデルのスイッチ付きの実力とやらを。ああ、シャアが乗り移ってるよ。まあそれはさておき、結構まともで効果あるってことでいいのよね。そうだね、ちょっとびっくりしたわ。KZD5 も結構なスイッチパターン備えてたけどゲイン切り替えもあって実質そんなに多くの有効パターンはなかったので MT1MAX やるじゃんって思ったね。じゃあ今度は MT4 の波形重ねてみますよ。
結構見た感じだね。MT4 より5キロあたりを抑えて7キロあたりを出してる。低域はエクストラベースのブルーのラインでもちょっと届かないんで MT1MAX の方がバランスはやや攻撃寄りってことになるね。スイッチパターンの説明中心で本質についてよくわかんないんで教えてほしいな。だよね。オープンバック設計の MT1 Pro を継承しつつチューニングは MT4 寄りになっててシンプルに言えばすごく聞きやすくなってたよ。ベースエンハンスドはマイルドでちょっとこもり気味だったけどそれ以外の設定主に低域の調整だけどどれも使えるセッティングに感じた。うちの場合再生装置を変えて聞くと低域の出方に変化があるんでそれに対応させるだけでも十分その効果は感じられたんでどのセッティングもいいなーって思えた。 2.5 キロ 4.5 キロ7キロあたりにしっかりピークがあって中高域から高域がしっかりしていて低域はスイッチで出方を調整できるんだからちょっと反則級じゃない？さらにオープンバック設計で開放感もあるじゃん。あとは買って聞いてみてって感じだよ。まあ安いから耐久性とかはわからないけどヘビーに使って壊れたら買い替えればいいかっていう価格だし CCA-BTX で無線化して外で使ってみたけどすごく良かったわ。元気のいい明るいサウンドですね。これは買いですね。ポチッとな。では最後にチューニングスイッチの4つのパターンのサウンドチェックです。ケーブル、リアクトもバンドル品を使用して収録しました。ではどうぞ。音量上がります。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。